ここから先が旧市街のエリアの一番端っこですね、になります。旧市街の中心部の方まで入っていきたいと思います。この辺りから旧市街になりますね。この綺麗な飾り付けの建物はホテルですね。何度かここ前通りましたけども、夜になりますとこの前で写真を撮ってる人よく見かけました。この辺りでもひときわ綺麗な電飾イルミネーションなんだろうと思います。この正面の見えてきた建物は国立銀行ですね。非常に立派な建物です。さっきの治安の話の続きですけれども、昼間夜間問わず、最低限の注意だけしておけばさほど危険なことはないというのが私の実感ではありますが、ただ同じようにインターネットに書かれてましたが、野良犬にはやっぱり注意した方がいいみたいですね。今はだいぶ駆除されたそうで、数は減ってるそうですが、それでもブカレストには野良犬が結構います。で、中にはその予防接種を受けておらず、狂犬病を持っているような犬もいるということで、インターネットによりますと、それによって子どもなんかが噛まれて命を落としたり、日本人の駐在員だか旅行者だか分かりませんがやはり噛まれて命を落としたりという事件があったようですので、野犬には十分注意した方がいいと思います。私も暗い道を歩くときなんかは野犬には本当に気を配って注意して歩いています。右手がヒルトンホテルで、このヒルトンホテルの角を右に曲がって、旧市街の中心部の方に入る近道を通りたいと思います。この路地がその近道でありまして、この先がいわゆる観光名所になっている旧市街のメインストリートになります。はい、Thank you. Hello. この通りが旧市街のメインストリートですね。旧市街の方を少し散策してみたいと思います。街並みは確かに古いんですが、どちらかというと飲食店街という感じですね。ここからぐるっと回って、元のメインストリートに戻るようなコースですね。ちょうど今ランチタイムを少し過ぎたあたりですので、まだランチを楽しんでいる人もいるようですが、全体的には人は少ないですね。昨日夜夕食を取りに来たんですけれども、やはり夜は結構な人出でした。
この辺りは本当にパリの市街地によく似てるなという気がします。東ヨーロッパ東欧のパリと言われるのも、そうかなという感じの通りですね。旧市街の中にありますこの教会ですね、スタブロポレオス教会といいまして、ガイドブックなんかにも載ってる有名な教会のようです。中に入れると思いますので、入ってみたいと思います。撮影ができるかどうかは聞いてみたいと思います。撮影が OK のようでしたので、入りたいと思います。この教会はパティオ中庭がありまして、ぐるっと回れるようになってますので、ちょっと回ってみたいと思います。石板がずっと並んでますね。なんとなく日本のお寺に似た雰囲気もちょっと感じますね。私だけかもしれませんけども。では出たいと思います。この辺りはカフェもこの1軒ぐらいしかないですけども、周りの街並み建物の雰囲気は非常にいいですね。で余談ではありますけども、
なんとなくいらっしゃる、特に女性ですね、女性が非常に洗練されたファッションで、これもまさしく東ヨーロッパ、東欧のパリかなというふうに思う一つです。何の建物かは分かりませんけども、非常に立派な中世のヨーロッパを感じさせるような建物ですね。ではメインストリートの方に戻りたいと思います。こちらはホテルですね。ここが最初のスタート地点のメインストリートですね。スタート地点の路地の出口に戻ってきました。今日はルーマニアの首都ブカレストの中心部にあります官庁街の広場から新市街のダウンタウンを通って旧市街を散策してみました。東ヨーロッパ、東欧のパリと言われるだけあって、そんな感じがたっぷりするような雰囲気で非常に面白かったです。今日の動画は以上にしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。